おはようございます。ケンです。今回はテスラの Q1 納車予想について、海外メディアやアナリストがどう見ているのか、ここを整理しながら、その裏にある本質、ここを見ていきたいと思います。結論からお伝えすると、今回の36万台という数字、安心していいものではありません。むしろ今、海外ではこの数字ですら楽観的なのではないかという見方が出始めています。今日はその理由を順番に見ていきたいと思いますので、ぜひ本日も最後までご視聴ください。まず、今回の前提となるのが、2026年 Q1 の納車予想です。コンセンサスとしてはおよそ36万5000台前後とされています。前年比ではプラス成長です。一見するとテスラはまだしっかり成長しているように見えます。ここだけを見ると、やっぱりテスラ強いなって感じる方も多いんじゃないかと思います。ただ、ここに大きな落とし穴があるんです。それが前期比です。直前の Q4 と比べると、今回の予想っていうのは大きく減少しています。およそ12から 13% 程度の減少なんです。もちろん Q1 っていうのは季節的に弱いっていうのは毎年の傾向としてあります。ただ、それを考慮しても、今回の数字はかなり弱いと見られています。さらに重要なのが成長率の中身です。今回、前年比ではプラスになってはいますけれども、これは単純に去年が弱かったっていう側面があります。2025年の Q1 は、モデル Y の刷新の影響などで一時的に販売が落ち込んでしまいました。つまり、今回の成長っていうのは本当の意味での成長ではなくって低い基準からの回復に近い可能性があるんです。つまりここの判断を間違ってしまうとテスラの現状を過大評価してしまいます。そして今回のテーマの核心に入っていきます。それが海外の見方です。実は全てのアナリストが36万台前後を見ているわけではありません。一部のアナリストはもっと低い数字を予想しています。具体的には34万台です。中には35万台を下回る可能性っていう風に指摘するところもあります。ここで重要なのは単なる数字の違いではありません。コンセンサスよりも低く見る人が一定数いるという事実です。これはつまり市場の中で見方が分かれているということになります。そしてもう一歩踏み込むと、コンセンサス自体がやや楽観的なんじゃないかっていう疑いが出てきているとも言えるんです。では、なぜここまで見方にズレが生まれているのでしょうか。理由はいくつかあります。まず一つ目が EV 需要の鈍化です。これまでテスラは高成長を前提に評価されてきました。しかし今、世界的に EV 市場は少しずつ落ち着き始めています。価格競争も激しくなり、需要の伸びも鈍化しています。そして二つ目が競争環境の変化です。特に中国では BYD をはじめとする競合が急速にシェアを拡大しています。価格面でも性能面でも選択肢が増えてきています。これによってテスラ一強の構図、これが崩れつつあるんです。最後に3つ目ですけれども、先ほども触れた比較の問題です。前年の数字が低かったことで、今回の成長が実態以上によく見えてしまっている可能性があるんです。これを冷静に見ているのが今回の弱気なアナリストたちです。はい、ということで、ここまでが表面的な数字の話です。ただ本当に重要なのはここからです。今回のニュースの本質は納車台数そのものではありません。今テスラの中で起きている変化です。それがビジネスの軸の変化になります。これまでテスラは明確に EV メーカーとして評価されてきました。納車台数が伸びるかどうかが株価に直結してきました。しかし今、その構造が変わり始めています。例えばエネルギー事業です。メガパックを中心とした蓄電ビジネスは非常に高い成長を見せています。しかもこの分野は EV よりも安定していて利益率も高いと言われています。つまりテスラは今、車を売る会社からエネルギーインフラを担う会社に近づいている可能性っていうのがあるんです。これはかなり大きな変化です。さらにその先には AI があります。
FSD やロボタクシーといった領域、ここがこの次に待っているんです。そしてこの AI の分野のところの数字、この数字がきちんと出てきた時にテスラのビジネスモデルっていうのはさらに大きく変わっていきます。ここで一つ重要なポイントがあります。それは評価軸が変わっている。これはもう僕の YouTube では何回も言ってきていますけれども、やはりこの評価軸が今テスラは変わっているんだっていうのを再度確認しておいてください。これまでは納車台数っていうのが全てでした。しかしこれからはまずはエネルギーっていうのがね、もっともっとシェアをね、大きくしていくと思いますし、エネルギーがポイントになってくると思います。そしてその次にはAI と自動運転、そしてさらにその次には人型ロボットのオプティマスが待っている。これらがテスラの価値を今後決めていくわけです。なので数年先のところまでしっかりと見れているかどうかっていうのがポイントになってきます。だからこそ今回の36万台っていう数字、これだけを見て判断するのは危険なんです。むしろ重要なのはこの数字が示している変化のサインです。EV の成長が鈍化していること、そして次の柱が育ち始めていること、こういったところをしっかりと見ていくっていうのが重要になってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで最後にまとめていきましょう。今回のポイントは3つです。1つ目は36万台っていう予想は一見成長しているようには見えますけれども、実態はかなり弱い可能性があります。2つ目は海外ではさらに低い数字を予想する声もあり、コンセンサス自体が楽観的と見られている可能性もあります。そして3つ目、本質はテスラの構造の変化です。EV の中心からエネルギー、そして AI へ。つまりテスラは今、車の会社から別の会社へと変わり始めているんです。この変化をどう捉えるかで今後の見方っていうのは大きく変わってきます。ぜひこの視点で今後のテスラの動きっていうのを見てみてください。はい。ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日はさらに下落して、節目の370ドルもさらに下げて、現在360ドルとなっております。本日もアメリカ3指数すべて下落なので、その影響と思いますけれども、それでも結構下がってしまいました。また来週の火曜日にチャート分析をしますので、その時にまた考えていきましょう。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。皆さん、車での移動中や充電ステーションでの待ち時間、ネット環境ってどうされていますか？スマホのテザリングだとバッテリーも減るし、ギガも気になりますよね。そこで僕が最近使っているのが、モビリティ Wi-Fi、Mobify っていうサービスです。これ何がすごいのかっていうと、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、この4つの回線を自動で切り替えてくれるんです。つまり、今走っている場所に合わせて、その時一番強い電波を勝手に掴んでくれるんです。しかもデータ容量は1日 33GB、月換算で約 990GB です。実質使い放題みたいなものです。これで月額4180円税込みで、端末代も初期費用も0円です。車移動が多い方や車内で動画をガンガン見たい方、そしてマンションに住んでいて OTA の時にいつも困ってるんだよって言われている方、そういった方にはかなりねおすすめじゃないかなと思います。僕自身も今使っていますけれども、僕が重宝しているのは家族で出かけるときに割と子供たちが自分たちのスマホでゲームしているんですよね。そのゲームの時にやはり子供たちは安いプランにしているのでギガが気になるんですね。なのでいつも Wi-Fi につないでって言ってるんですけれども、もう最近はこのモビリティ Wi-Fi をつけているので、それにつなげて遊んでいるって感じですね。なので車内環境としては結構ね今いい状態になってるんじゃないかなと思います。なので車の中で Wi-Fi がつながる、こういった時代に今後ねなっていくと思いますので、ぜひねその時にこのモビリティ Wi-Fi の Mobify いいんじゃないかなと思います。詳細に関しては概要欄にリンク置いていますので、そちらの方からご確認ください。はい、ということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。